こんにちは、斉藤直樹です。今日も気まぐれ添削やっていきたいと思います。今日の作品はこちら。すごくね、雰囲気のあるイラストですよね。まりもさんの作品で、タイトルは裏路地の出会い。この絵は初めて男の子に挑戦した絵です。今まで男の子を描いたことはなかったため、ネットの資料を集めながら頑張って描いてみました。自分なりにはうまく描けたと思うのですが、どこか違和感があるように感じています。添削してほしい部分は、まず服の影と、なんだかごちゃごちゃしている背景、そして手の影の描き方です。服の影は今まで描いていた中でも一番苦手なところです。服のシワと影のメリハリがないのと光源がしっかりしていない感じがします。背景についてはクリップスタジオの素材を使っているのですが、フェンスも相まってごちゃごちゃしている感じがしています。最後に手の影も服と同様メリハリがないと思っています。手の構造も難しく苦手なところでもあります。いろいろ気になるところがありますが、この3点を挙げさせていただきました。どうぞ添削よろしくお願いします、とのことです。はい、まりもさん、添削のご応募ありがとうございます。初めてね、男の子を描くことに挑戦したということですごくね、よく描けていると思います。背景もクリスタの素材を使って描いたということですが、違和感なくね、収められていると思うので、大方いい感じなんじゃないでしょうか。はい、全体的にね、高いレベルでまとめられていて、初めて描いたとは思えないほど美しい仕上がりになっていると思いました。まりもさん、素晴らしいです。ただね、なんとなくごちゃごちゃしてまとまらない感じになってしまったと、ご本人は気にされているようですね。その原因が服のシワにあるんじゃないか、はたまたクリスタの素材を使ったことにあるんじゃないのかと予想されているんですが、なるほどなるほど。ですね、この絵が若干ごちゃっとして見えるのは、原因を一言で言うと、ピントをですね、このカメラのピントを合わせる対象をちょっとね、失敗しちゃっていることにあると思います。キャラクターを見てほしいのはわかるんですが、それ以外にですね、多分もう一つ、この作品においてはピントがあっておいてほしいモチーフがもう一つあって、そこがね、ちょっとこうぼやけてしまっているので、なんとなく締まりがなくてごちゃついてしまっているように僕には見えました。なのでその部分に着目しつつですね、添削を進めていこうと思います。ぜひ最後までお付き合いください。さてですね、今回は、背景から添削をしていこうと思います。でですね、ごちゃついている原因、もう最初に結論言っちゃうんですが、この絵でピントが合っていてほしいのにちょっとねぼやけてしまっている部分は、それはねフェンスです。はい、このですね、後ろにぼやーっと描かれているこのフェンス、これがですね、ちょっとぼやけてしまっているがゆえに、なんかね、締まりがない、ごちゃついた絵に見えてしまっているように僕には感じました。なので、このフェンスにね、ピントを合わせたいんですが、そうするには、一旦奥側の背景をちゃんと描かないとですね、さらにね、こうごちゃついた感じになってしまいますので、そこから手を入れていきますね。まずは、こうしちゃいます。はい、すいません。レイヤーがね、分かれていなかったので、フェンスだけをね、綺麗に取り除くことは難しいので、一旦背景を塗りつぶして、ここからね、描いちゃいますね。で、マリモさんはおそらくここもですね、クリスタ素材を利用していると思うんですが、別にね、そこまで面倒な作業じゃないので、背景の光はね、手書きで描いちゃいましょう。具体的にね、何か背景を描くのは面倒な時には、光の粒さえ描けばね、それっぽい背景が出来上がります。例えばこんな感じ。はい、一旦色とりどりの光の粒を描き入れて、ぼんやりね、背景に何か建物をたくさん感じるような印象にしていきます。で、さらに、ここから一段明るい光の粒を描き入れていきますね。やってみます。はい、こんな感じ。どうでしょう、そこまで細かくて難しい作業をしなくても、背景にね、夜景かけちゃったでしょう。クリスタの素材も使うのもいいんですが、場所によってはね、手書きで描いちゃった方が、実はそれっぽくなる場合も多いので、自分は背景苦手だなと思っても、何でもかんでもね、素材に頼り切らない方がいいかもしれません。ただね、背景素材絶対に使うなというつもりは全くありません。描くのが面倒なものは、もちろん素材を使っても全然 OK です。例えばね、フェンスなんていうのはそれの典型のような気がします。例えばさっき、クリスタの無料素材の中から、はい、このフェンスダウンロードしてきましたが、フェンスはね、こういうのを使うとあっという間にコピペしてサイズ調整と、はい、こんな感じでね、あっという間に画面の中に収めることができました。ただね、もちろんこれだけだとフェンスが浮いてしまっていますから、ここから絵になじませていく必要があります。フェンスにね、色と陰影を付け加えていきましょう。
はい、こんな感じ。全体的に同じ明るさではなく、フェンスにもね、光の影響を受けて、明るくなる部分と暗くなる部分、差をつけてあげると絵にバッチリ馴染むようになると思います。で、元々の絵にね、フェンスを支えるこう縦の棒が含まれていましたので、縦の棒も書き入れておきましょうか。これがあった方がね、背景が単調になりすぎなくていいです。はい、作者さん、素晴らしいですね。で、僕がですねちょっと変更したのが、添削前はですね上に向かってパースがかかっていて、空に向かって奥行きを感じられるように書かれていました。ただ僕はですね今回あえてパースは取ってしまって正面からの画角にしてみようと思います。これですね結構説明が難しいんですが、この元の絵はですねなんというか猫から見上げた視線のように感じます。なのでですね猫から見上げた男の子を描いたという感じだったら、これはね正解の描き方だと思うんですが、でもですね仮にそうだとするとちょっとね説明が足りない感じがしてるんですよね。例えばね手をこちらに向けて頭を撫でようとしているとか、あとはね実際に猫がいてそれを撫でているとかね、なんかねこう動作によってその特殊な設定を見ている人に知らせる必要があると思いますが、その説明がね全然ないので、なんとなくですねこの角度で男の子を見上げていることにちょっとね一抹の違和感を感じるような気がしました。これですね別に男の子がこのように視線をねこちら側に向けてしげしげとこちらを見ていなければあまりそこはね気にならなかったのかもしれませんが、なんかねものすごく見上げ構図なのに男の子はこちらに興味津々みたいな状況が、この男の子俺を見てる、でも俺ってめちゃめちゃ下からこの男の子見上げてるよねってことは俺って猫なの？いや、それとも殴られてぶっ倒れているその辺のヤンキー？それとも草むらの草に乗っている虫なの？みたいなことがちょっと気になってしまってですね、そのおかげでこの男の子のかっこよさの方にフォーカスしきれないような感じが若干あるんですよね。さっきも言ったようにね、あえてそのように描いている場合には全然いいんですが、その場合足元に猫を実際に描いてあげたりね、虫を描いてあげたり、あとは倒れているヤンキーを描いてあげる必要があると思います。ですがこの絵の場合にはそういう描写はないので、男の子のかっこよさを単純に描きたかったんだと僕は予想しました。なのでねその場合は素直に正面から男の子を捉えてあげた方が、男の子自体の存在感の方に集中できるなと思った次第です。これ結構説明が難しいですね。さてフェンスにねもう一工夫してみましょうか。こうです。はい、フェンスにですねところどころ細い光の筋を描いてあげると、よりフェンスにピントが合ってる感じを強調できると思います。はい、この作品ですねフェンスにピントが合っていてほしいのはなぜかというと、一つは単純にそっちの方が状況として納得感があるからです。これね後ろにフェンスがあるのにフェンスがこうぼやけるぐらい、つまり5メートルとか10メートルとかフェンスとね距離を置いてしゃがんでいる状況って何っていうのがありえないとは言いませんが、ちょっとねこう説明が必要になるので、そのまま書くとですね若干違和感につながってしまうっていうこと。でもフェンスを背にしてしゃがんでいる状況なら、ここにもたれながらタバコでも吸っていたのかな、休んでたのかなって特に説明しなくても納得感がありますよね。で2つ目の理由は、こちらはね絵作りの観点からフェンスにピントが合っていることで、奥のね光がぼやけているところの対比を見せられるからです。この2点から僕はこの絵の場合フェンスにピントを合わせて描いた方が作品にとってはいいかなと判断しました。さて若干手前側にも光の回り込みをプラスします。はい、こんな感じ。背景の部分はこんな感じですね。さてキャラクターの方の添削に行ってみましょう。キャラクターはですねそこまで大きなことを言う必要はないかなと思っていますが、結構これもですね細かいことをチクチク言うような感じになっていくと思います。ただね結構ねこの細かいことって重要で、その積み重ねで大きな変化につながっていったりもするので、これね注意して見ていきましょう。まずですねこの手なんですが、手はね資料を見て描いたということなので全然悪くはないと思います。ただですね結構これみんな勘違いしがちなのは、手
のね指を描くのがめんどくさいから手の甲だけ見えている角度で描こうとしてしまいがちなんですが、はい、こういう感じですね。こういう感じ、指が見えていない角度、これね逆に難しくなります。まあ描くこと自体はね確かに指を描かなくていいので、まあ簡単に感じてしまうかもしれませんが、これね自然に描くのが、もっと言うと絵に映えるように描くのが、これねその分めちゃくちゃ難しくなるんですよ。なのでですね、ちょっと単純に角度をつけて指がね若干でも見えるような角度にしちゃった方が、実はねそれっぽく仕上げることが簡単になるんですね。例えばこうです。はい、こんな感じ。手の甲だけが見えていて指がほとんど見えない角度っていうのは、実はですね結構描くのがめっちゃ難しいですし、あんまり絵になりにくかったりもするので、もう絶対にこの角度で描きたいみたいなこだわりがなければ、単純にね角度をつけて指がちょっとでも見える角度で手を描いてみましょう。指を描くのでね若干めんどくさくはなるんですが、自然で見栄えのする絵にするにはその分簡単になるんです。さて次ですが、顔若干小さい方がいいかな。これはですね僕の好みもちょっと入ってくると思うんですが、男性にしてはですね肩幅ちょっと狭いなっていうのが僕の第一印象でした。こういう男が好きっていう人ももちろんいると思うので、ちょっとその場合にはごめんなさいなんですが、僕はですねもうちょっと肩が骨張っているのが好きだなって、それだけの話ですね。はい、試しにやってみます。はい、ほんのちょっとだけ顔を小さくしました。あとですね、肩にも少しだけ厚みを追加します。別にね、マッチョにする必要はないんですが、若干ここに厚みを追加した方が、男性の骨張った感じが出るように思います。こうです。はい、こんな感じ。添削前はね、完全に輪郭部分にのみハイライトが乗っていたので、それもあってね、肩がすごく薄く感じていました。もうちょっとだけ光を内側まで描き入れることで、少しね、体に厚みを追加して、骨張った印象をプラスすることができると思います。さあ、これ肩だけじゃありません。他の部分ももうちょっとね、ハイライトを加えた方が、キャラクターの存在感アップすると思いますので、次はね、他の部分やってみますね。例えば髪の毛。こうです。はい、髪の毛のハイライトも輪郭部分だけではなく、少しね内側まで描き入れてみました。完全に輪郭だけにハイライトを入れるっていう演出もあるにはあるんですが、それだと書かれている状況に対して興味がいってしまって、キャラそのものにはあまり興味が向かっていないような、そういう差がね生まれるような感じがしています。はい、これね分かりにくいので違う言い方をすると、そうですね、演出が強すぎるとキャラそのものの魅力を伝えるのではなく、その状況を説明する方向の絵作りになってしまうっていうのかな。ちょっとこれ細かすぎるので、何言ってるかわからない場合には今のね聞き流していただいても結構です。さて、外側のハイライトを追加しましたが、もう一段ね薄いハイライトも追加した方が髪の毛の質感、立体感プラスできそうです。やってみます。はい、こんな感じ。あとは足もそうですね。足にも若干ハイライトを足してみましょうか。やってみます。はい、少しね足の長さを追加しつつハイライトを足してみました。こっちの方がねここに膝があるんだなって分かりやすくなりましたよね。あと画面下の部分が若干暗すぎるかなと思うので、少しだけでいいので反射光を入れてあげると絵が見やすくなると思います。こうです。はい、微妙な変化ですが、これがあるのとないのとでは画面下の見やすさが格段に変わってくる感じがしますね。
あとすいません、ここからはですね、僕の完璧な好みの話になってくるかもしれませんが、これ作者さんが同意できなければ完璧に無視してもらっても大丈夫です。ですね、これね、やりたいことは全然いいと思うんですが、唇をですね、どのぐらい描写するかって、これね、結構難しくて、今ですね、下唇に若干紅を足しながら、その上にハイライトを入れてるじゃないですか。これね、やりすぎると、若干ね、気持ち悪く感じるんですね、僕。特に男性キャラの場合はですね、いや、もちろんね、そういう表現があるのは僕も知ってるんですが、どうしてもですね、僕の感覚的にですよ。感覚的になんかちょっと性的すぎるかなって思ってしまうんですよね、これをやっちゃうと。なのですいません。ここはね、ほんと感覚的な添削になってしまうんですが、一旦僕がですね、あんまり気持ち悪いと思わないバランスに調整してみます。はい。このぐらいかな。完全に紅とハイライト取ったわけではないんですが、かなりね、ニュアンスを抑えました。僕の感覚としてはですよ。僕の感覚としてはこのぐらいが好きです。ただね、僕が好きって言ってるだけで、いやいやいや、さっきのバランスの方が絶対ウケるよ。いや、私あっちの方が好きっていう人がいることも僕は知ってます。理屈としてはね、僕は分かっているんですが、ただね、僕の感覚としてはこっちが好きっていうだけですね。はい。そっちをね、優先する場合には、ぜひそうしてください。僕にね、添削を送ってしまったデメリットとして、ちょっとね、この部分は諦めてくださいね。はい。そして目、眉毛、鼻筋、そういった観点で若干ね、まだ気になっていますので、少しだけ直してみます。こんな感じかな。はい、こんな感じ。大雑把に説明すると、ここも若干立体的にした感じですね。マリモさんの元の描き方が結構ね、女性的な描き方だったので、もう少し男性的な特徴に寄せた感じになります。最後にふわっと光を追加しつつ、サインもね、消えちゃったので追加します。はい、こんな感じ。今回の添削は以上となります。並べて比較してみましょう。はい、右がビフォー、左がアフターです。こんな風に変化しました。いかがでしょうか。元の絵よりもね、若干こう男性味が強くなりつつ、キャラクターにね、こうピントがあって、キャラクターに興味が向かったのがお分かりいただけると思います。はい、元のイラストもね、とても素敵ですね。はい、今回は画面がごちゃごちゃしている、どうすればいいのという問題を解決しつつ、添削を加えてきました。いかがだったでしょうか。今回はどこにピントを合わせるのか、どこの印象を代わりに弱めるのか、みたいな、意外とですね、高度な画面の印象操作の問題も取り扱ったような感じがします。さっき言ったことがですね、なんとなく感覚的に分かりにくかったなと思う方はですね、こちらの動画、数値化上達法、書いている途中で困った時はこう考えてくださいをご覧ください。今回の動画とはまた違った角度から印象操作の話をしています。興味があればこちらも合わせてチェックしてみてくださいね。それでは最後にあのコーナー、気まぐれあっち向いてほいのコーナーです。僕にあっち向いてほいを仕掛けてみてくださいね。いきますよ。準備はいいですか？気まぐれ気まぐれあっち向いてほい。それではまた次回の動画でお会いしましょう。